AI が人間の感情を操作する日。もしあなたが今日、スマホを開いたとします。何気なく動画を見て、記事を読んで、広告を目にする。その30分間で、あなたの気分はどう変わりましたか？実はその変化、偶然ではないかもしれません。あなたが感じた、楽しさ、不安、怒り、そのすべてが、ある仕組みによって計算されていたとしたら、スマホが登場した時のように、私たちは気づかないうちに変化の中にいます。ただ今回は、それよりずっと深いところに届く変化です。実はある研究では、特定の投稿の順番を変えるだけで、人の感情スコアが統計的に変化することが示されています。怒りや悲しみ、喜びが画面の設計一つで動く。これは今、現実に起きていることです。気づいたら手をくれ、という言葉があります。今がまさにその入り口に立っている瞬間かもしれません。少し前まで、機械は数字しか扱えませんでした。しかし今は違います。人間の顔の表情を読み取り、声のトーンを分析し、文章の言葉の選び方から心理状態を推測する、そういう技術がすでに実用段階に入っています。顔認識だけではありません。体温の微妙な変化、瞬きの回数、指の動き、それらを組み合わせることで、あなたが今どんな気持ちかを推測できるというのです。例えば採用面接の場面を想像してください。あなたが笑顔で答えているとき、画面の向こうの判定装置が、この人は緊張を隠している、と判断しているとしたら、どう感じますか？そうなのを、と思った方、それは正常な反応です。そしてこれは近い将来ではなく、今この瞬間から始まっていることです。読む技術の次は、動かす技術です。感情を読めれば、次は感情を誘導することができます。あなたが今少し不安を感じているなら、その不安を解消するものを次の画面に表示する。あなたが少し退屈しているなら、刺激的な情報を差し込む。これを繰り返すことで、あなたが自分で選んでいると思っていても、実は誘導された道を歩いているかもしれません。身近な例で言えば、買い物サイトのおすすめ商品です。あれは偶然ではありません。あなたの行動から、あなたが欲しいと感じやすい瞬間を計算して表示しています。そしてこの技術が、買い物だけでなく、ニュースの見せ方、人間関係の助言、仕事の意思決定に使われる日が来ます。いや、もう来始めています。それって怖くない？という問いに、あなたはどう答えますか？ここで少し立ち止まって考えてみましょう。感情を操作する技術は、すべて悪いのでしょうか？例えばこんな使い方があります。深夜、一人で泣いている人がいます。その人のスマホの向こうで、心の変化を感じ取った装置が、そっと、話せる場所がありますよ、と伝える。孤独死や自殺を防ぐ可能性があると、研究者たちは指摘しています。あるいは介護の現場、言葉で表現できなくなったお年寄りの感情を読み取り、不安や痛みを家族に伝えることができる。そういう活用の可能性も、現実に議論されています。一方で、この技術が政治や広告に使われたとき、話は変わります。選挙の前に、特定の感情を大勢の人に広める。製品を買わせるために、わずかな不安を人工的に植え付ける。善意の使い方と悪意の使い方が、全く同じ技術の上に乗っている。これが今、世界が直面している本当の問いです。もしあなたが2050年に目覚めたとします。街を歩けば、表情を読む装置が至るところにあります。お店に入れば、あなたの気分に合わせた音楽と照明が自動で変わります。医師があなたの感情の記録を見て、先週、強いストレスがありましたね、と言います。一見、とても便利な世界に見えます。しかし同時に、こんなことも起きているかもしれません。会社があなたのやる気スコアを毎日記録している。学校が子どもの感情データを蓄積して、将来の進路に反映させている。保険会社があなたの感情の安定度を保険料に使っている。あなたの子供や孫は、この世界を当たり前として生きることになります。それは豊かな未来でしょうか？それとも、一つのことが欠けた未来でしょうか？その一つとは、感じ方を自分で決める自由です。感情を操作する技術は、
止めることができません。それは事実です。しかし、どう使うかを決めるのは技術ではなく人間です。いくつかの国では、感情認識技術の使い方に関する議論が始まっています。どの場面で使ってよいか、誰がデータを持つのか、消す権利はあるか、これらは技術の話ではなく、社会の約束ごとの話です。そしてあなた自身にできることもあります。スマホを置いて、自分の気分を自分で確認する時間を持つこと、なぜ今これを見たいのか、と一度考えること、小さなことに見えますが、これが感情の主導権を自分に置く第一歩です。技術が進むほど、人間が自分で感じる力を大切にする必要があります。それがこれからの時代に最も必要な能力になるという説もあります。AI が感情を操作する時代はもう来ています。その世界で何を感じ、何を選ぶか、その答えはあなた自身の中にあります。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。